このバイクは全くセルが回りませんでした。ここから調査と修理が必要になるとは思ってませんでした。出品のコメントではクランキングしましたと書いてあったんですけどね。確かにセルが回るとは言ってないので、クランクさえ回ればクランキングすると言っていいですが、セルが回らないことは言ってほしいです。まあヤフオクやフリマはこんなもんです。配線確認が目的なので外せる部品を外します。しかしマフラーがひどいですね。いちいち不思議な状態があります。ワイヤリングも直していく必要が出てます。クラッチワイヤーの末端処理も直す必要があります。レギュレーターも端子もダメそうですが、今は適当に処置しておきます。いろいろばらしていると怪しい配線がありました。配線のカラーからするとアースだったので、全てはこれが原因じゃないかと判断してつなげてみました。勘違いでしたね。気を取り直します。まずは下流から追うことにしてスターターリレーを見てみます。導通とは関係ないですが、ターミナルの処置が微妙です。後から付け直している感じが否めないです。リレーの動作チェックは以前の動画で投稿した ATX 電源です。リレーに直接 12V を引火すると動いてます。わかりますかね。内部のマグネットが動いてリレーが歩いてます。とりあえずリレーは OK です。スターターを回す前に燃焼室にエンジンオイルを入れておきます。おまじないのつもりですが完全に入れすぎです。車体にリレーをつなげて直接 12V を引火させるとスターターモーターが無事に動作しました。ここで初めてクランキングしましたという言葉が正しかったことが分かり安心した瞬間です。しかしスイッチで動かないのは面倒です。ちなみに点火はしません。フューズは切れてないですが、ジャンクションボックスの内部は破壊しないとわからないので、問題ないことを願って進めます。
リレーは問題ないので上流に向かって導通確認を進めていきます。やっぱり配線で微妙な状態が結構あります。もうこの車両には期待しません。右のスイッチボックスのビスがどう頑張っても緩まないので頭部を飛ばしました。スタータースイッチはダメですね。接点が酸化して導通してませんでした。実はここだけが原因じゃなかったんですが、この際丁寧に直していきます。スタータースイッチを直してもダメだったので、ここで初めて配線図を見ています。ないんですよね、そのスイッチが。ここの部品がないのを想定してませんでした。この部品はいずれ新品を買うので、とりあえずショートさせます。3ピンのショートする場所でスターターを回せる状態が変わります。さすがにニュートラル以外でセルが回るのは危ないので、1ピンと3ピンのみショートさせました。治りました。めちゃくちゃイージーな話でした。
無駄にスイッチを直しましたが、導通していなかったことも事実なので良しとします。危うくジャンクションボックスを破壊するところでしたが、いずれは全ての電子部品を新品にします。点火も同時に直ってます。実は点火の問題もイグナイターを疑ってて2つも買ってしまってます。どのみち型番は違ったので買う予定でしたが、2個はいらないですね。1台は内部のコンデンサー打ち直し用のドナーにします。中古のバッテリーには1ミリも期待しないので、新品の部品を買っておきました。バッテリーは楽ですね。結局ジャンプスタートに頼るしかないですが、前回オーバーホールしたキャブをつけて始動を試みてみました。何の調整もしないので当然の結果です。次回は始動させます。